こんにちは、なすいです。今回の動画はですね、少しタイトルと、サムネイルが釣りっぽい感じになってはいるんですけど、でも実際にこんな感じのショーツをゲットすることができる最安の方法かなと思ってるので、ぜひ楽しんで見ていただければと思います。今から流れる動画は4月に撮った動画で、タンポポハウスに買い物に行くっていう動画を撮りたかったんですけど、結果的にこんな感じのタイトルとサムネイルになったので、今からはタンポポハウスに買い物に行くシーンから始まるので、そこから楽しんでもらえたらなと思います。ということで、どうぞ。はい、もう今パッてすぐ回し始めたんですけど、今日金曜日で、こんにちは、なすいです。挨拶ぐらいいるよね。今編集終わって今日はもうやることがなくて、夜少し用事があるんですけど、それまで 1,2 時間ぐらい時間があるので、タンポポハウス久しぶりに行きたいなと思ったので今回し始めました。なので今4時半で、今から行ったら1時間ぐらい見れるかなって感じだけど、ちょっと半年ぶりぐらいにタンポポハウスに行って、で春服とか、夏服もだけど、ちょっとね半袖とかシャツとか、薄い感じの服をゲットしたいので、今から準備して向かおうかなと思って撮り始めました。でね、最近ちょっとね、YouTube を企画しようとしすぎて、ちょっと頑張りすぎというか、これを撮った方がいいかなとか、それも大事だけど、最近はすごい、この曜日にそこに行けるから撮ろうとか、もう前もってこの日に撮ろうっていうのを決めてて、でも今日はたまたま時間が空いて、めっちゃ見に行きたいと思った時に、最近の僕だったら回してなかったのかなって思うような回し方です。突発的にさっき5分前ぐらいに今撮り始めました。ということで今から準備して向かいます。久しぶりのタンポポハウスだからすごい楽しみです。はい、ということで着替えてきました。髪セットしようかなと思ったんですけど、服とか試着するときにさ、髪にヘア剤ついてたら結構気使うから、だから帽子でいってもう試着しやすい環境にしました。久しぶりにこのヒスのカーディガンも着て、これもう脱いだらすぐタンクトップだから、 T シャツとかカーディガンとかもいろいろすぐ着やすいコーデにしました。でパンツはシンプルプロジェクトのスラックスと、ベルトがこれね、この前散歩してたらおばちゃんがお家の前にフリーマーケット100円ですって出してて買ったベルトです。結構可愛いんだよね。この石みたいなスタッツみたいなのがついてて、でサングラスがこれはね、ピーター&メイっていうパリのブランドなんだけど、メイドインジャパンのサングラスかっこいいでしょ。もうちょっと1分ぐらいでコーデ組んだけど向かいます。到着しました。でちょっと帽子を変えました。最近ゲットしたティンバーのイエローブーツを履きたかったので、色を頭と靴で統一しました。で今ここに見えてるのがタンポポハウス下北沢店です。外にもいっぱいあるんだけど、この辺とかも100円とか、外だいたい100円かな。中は500円から1000円ぐらいのだったら結構いいものがあるので探していきます。はい、ということで後日でございます。ちょっと面白いことを思いついたので、それをやるために今から買ったものを紹介します。こちらです。ワイドスラックスです。ベルト部分にゴムがあるポリエステル 100% のスラックスですね。だからすごいテロッとした感じの質感で、タックが2つ入っててシルエットがしっかり出る感じのパンツです。でプラスセンターにプレスがあって、こんな感じですね。ちょっと袴っぽい感じのワイドなスラックスなんですけど、これね、見つけた時に結構綺麗な感じのスラックスだと思ってタグ見たらアダストリアさんで、これよく分かんなかったんだけど、このタグ筆記体っていうのかな、多分グローバルワークって書いてあるものでした。でアダストリアはニコ&とかグローバルワークとかハレとか結構もうビッグ企業なので、ある程度信頼できるので、これ600円であったからもう即買いましたね。でその後に全身コーデ組もうと思って1時間ぐらい結構探して回ってたんだけど、カーディガンがねちょっと可愛いのがあったけど素材感がちょっとボロすぎてやめて、
で、その後、シャツピンクのシャツがあって、色とか質感も可愛かったんだけど、袖丈とサイズ感がちょっと微妙でやめました。なので、これだけ買ってきて、これを使ってショーツを作っていこうと思います。こういうね、太めのスラックスとかは意外と、セカストとかリサイクルショップとかあると思うから。で、僕これ履いてみたら、ちょっとね、丈がこんな感じで、ウエストゴムが入ってて、タックが2つ入ってて、プレス入ってて、すごいストンと落ちる、このワイドスラックスだったら、もっと靴履いた時、今靴下の状態でちょうどくるぶしが隠れるぐらいなんだけど、今の僕の気分だと、靴履いて、靴が隠れるぐらい。もうちょっと長い丈が理想だったんだけど、でもなんか腰履きして使うのもいいけど、今から春、本番だし、ショーツ作ってみても面白いのかなと思って。で、これもしね、うまくいったら、みんなもリサイクルショップで適当に、1000円以下とかで多分、こういうスラックスは買えるから、それで作れたらもうやばいんじゃねと思って。興味本位の実験です。ということで、早速やっていきます。画角をチェンジしました。この辺で作業するんですけど、僕がね、今ちょっと欲しいなと思ってるスラックスがあって、それが、これなんですけど、J レッドロンドンのダメージが入ってる、切りっぱなしになってる感じのショーツなんですけど、自分でやってみてもできるんじゃねと思って、こんな感じのやつを目指して作っていこうかなと思います。夏すごい使えそうだなと思ったので、600円だし、最悪失敗しても、タバコ1箱、居酒屋のビール1杯我慢したと思えば大丈夫。まず、この上で切っていこうと思うんですけど、僕がね、持ってるこの J レッドロンドンのスラックス、これの丈感は結構好きで、もう一個持ってる、このベースマークのショーツなんですけど、こっちの丈感もね、意外と好きだから、こっちが長めで、こっちがちょっと短いかな。だからこの2つの中間ぐらいのやつを作ったろうということで、長さを測ります。JZ63 のベースマーク76。63と76だから13センチ。だから63にプラス6、7センチ。70センチにしよう。70センチなんで。どう？結構いいんじゃない？はい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 。良さそうなんで70センチにします。一発で行くのは怖いから、練習で少しこの辺テストで切ってみようかなと思います。ちゃんとした知識もなければ、ちゃんとした道具もないので、70センチのところ以上切らないように、ここにヒステリックグラマーの缶バッジをつけておきます。やってみたらなんとかなるでしょう。一旦ね、ここの70より下の部分でテストしていこうと思ってて、まずカッターで切ってみるのと、ハサミで切ってみるのと、カッターかハサミで切り込み入れた後に手でちぎってみるっていう生地がどんな感じでほつれるのかを見ていこうと思います。価格これです。630円でした。一旦ちょっと適当に。これカッターじゃなかなか無理だな。ポリエステル強いわ。はい、次はこのハサミ。これは結構いけるね。これでちょっと開けて、ここだよね。ここの生地が縫い合わせてあるところが超硬いから、ここはハサミで切るとして、ちぎるとこんな感じの質感になる。でもまっすぐちぎれるから、一回一周切ってみようか。あ、やばい。危ねえ。見えるかな、ここの縦をちぎっちゃった。こんな感じね。こういう感じ。これだけだよ。これだけでもうこんなになんかちょっと、さっきまでは丈が短いだけだったけど、ちょっと切りっぱなしっぽくなってるだけで全然雰囲気違う。70この辺だから、ここまで上げて、この辺になるってことか。良さそうだけど。どうだろう。70ちょっと長いかもな。でも一旦70でいってみるか。もはや、このカッターマットすらもいらなかった。ハサミだけでできます、これ。誰でもできます。ハサミだけあれば。はい、70。はい、ということで、
ちぎります。これをこっちが結構ほどけやすくなるから、このパンツのサイドがほつれやすいから、そこをちょっと気をつけてやらないといけない。よし。ちょっと生地が裂け出したら結構ちぎりやすい。ここまで来たら縫い合わせてる部分が硬いからハサミで切っちゃいます。はい、反対側いきます。あー、硬っ。これさ、5分とかでできるぜ。最近さ、TikTok 始めて思ったんだけどさ、みんなユニクロに踊らされすぎ。ユニクロって再生数取れるから、インフルエンサーみんな、あれ別に欲しくないのに買ってるからね。ユニクロのショーツに何円だあれ3000円とか、スウェットパンツがめっちゃ流行ったからなんだけど、あれに3000、4000円払うぐらいだったら1000円でスラックス買ってこれやってみるっていう選択肢もありなんじゃないでしょうか。ということで一旦できたので履いてみます。こんだけほつれるよね。これはちぎっていくしかない。どんどん出てきた分はある程度綺麗になったかな。普通にいいぞ。めちゃめちゃいいぞ。思ったより超簡単にできたので、こうで組んでみようかなと思います。はい、こんな感じです。ウエストしっかり上げたらこんぐらいの長さ。めっちゃいいぞ。靴履くか。よくない？めっちゃ簡単だし5分でできるよこれ。なんかこんなうまくいくと思わなかったな。台湾で買った網編みのカーディガンと合わせてみました。なんか全然めっちゃ使えそうなショーツができました。はい、ということで今回は600円で自作ショーツ作ってみた。だから切り込み入れてちぎるだけでこんな感じのショーツが。これね、さっきも言ったけど、ただもうみんながユニクロって言ってるからユニクロのショーツ買うんじゃなくて、ちょっとリサイクルショップ行ってみて、これ600円だからこんな似たようなデニムとかだったりスラックスだったりいろいろ種類はあると思うから1000円以下ぐらいで。なんならユニクロのワイドパンツとかでもリサイクルショップ行ったら1000円とかで中古だったら置いてあると思うので、これだったら自分でショーツ4本作れます。なんならね、ユニクロのショーツ買って、それで、プラス1000円出せば、もう1本また別のこんな感じのショーツができるので、皆さんぜひ試してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。5000人目指してるので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この動画見てやってみたよって人とかもしいればコメントで教えてください。それからなんかインスタとかでも教えてくれると嬉しいです。じゃあそんな感じで今日の動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。ナスイでした。バイバイ。いや、すごいうまくいったな。ちょっとこれ近々インスタにこうで上げときます。なんかこのショーツ使った